今日はカニカマの磯辺揚げを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、カニカマの磯辺揚げを作っていきたいと思います。カニカマをね、磯辺揚げするだけなのですごく簡単なんですが、今回はプレーンのカニカマを揚げるのと、あとはね、カニカマに海苔を巻いて2種類作っていきたいと思います。お家でね、天ぷらなどをするときに結構ね、衣がべちゃっとしやすいと思うんですが、簡単にサクサクになる衣レシピをご紹介していきます。材料は手軽で、作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。カニカマ、焼き海苔、薄力粉、片栗粉、お水、マヨネーズ、料理酒、青のり、そして揚げる時に揚げ油を使用していきます。まずカニカマなんですが、今回はですね、スーパーでね、お安く手に入る、だいたい5センチぐらいのかな、カニカマを使用していきます。こちらはね、プリッとしたカニカマも売ってたり、いろんなね、カニカマが売ってると思いますので、お好みのものを使用してください。そして今回はカニカマだけ揚げるものと、あとはね、焼き海苔をくるっと巻いて揚げるもの、2種類作っていきたいと思います。そして衣のポイントなんですが、今回衣の中にマヨネーズ、料理酒、片栗粉、こちらの3つを加えて作っていきます。この3つを加えていただくことで、衣がね、簡単にサクッとした仕上がりになります。ということで、早速こちらの材料で作っていきます。それではね、作っていきます。まずこのカニカマぼこですね、ビニールから外してください。半分はね、今回焼き海苔を巻いていきますので、その焼き海苔の方をね、今から作っていきます。まず5本ですね、このように出してください。そして焼き海苔ですね、こちら1枚の焼き海苔を4分の1にしたものになります。そしたらね、こちらを半分に切って、そしてこのね、1枚をだいたい3等分ぐらいかな、適当に切ってください。で、1個ね、ちょっと余るので、そちらをね、もう1本巻いていただくか、そのまま召し上がってください。そしたら裏面にして、ここからくるっと巻いてください。そうするとね、ちょうど巻き終わりが裏に来ると思います。こんな感じです。そうしましたらね、残りも同じように巻いていきます。カニカマはね、ちょっと濡れてると思いますので、ピタッとね、海苔もくっつきます。ただ置くときはね、必ず巻き終わりを下にして置いておいてください。海苔バージョンはこれで OK です。このように準備しておいてください。残りの5本はこちらはビニールを取っておきましょう。では続いて衣を作っていきます。まずボウルにマヨネーズを入れてください。このマヨネーズなんですが、直接ね入れてしまうとダマになりやすいので、料理酒を少しここに加えて料理酒で伸ばしていきます。で、料理酒もですね、一度に加えるとマヨネーズがダマになりやすいので、このようにちょっとずつ加えて伸ばしてください。このようにね、シャバシャバになれば OK です。そしたら続いてここにお水を入れます。続いて片栗粉と薄力粉、そして青のりを入れます。青のりもですね、今回私はこちらを使ってますが、青さをね、使っていただいても OK です。ではこちら入れます。そしてよく混ぜましょう。はい、このように混ざれば OK です。そしたらこの中にカニカマを入れます。そして絡めましょう。こちら絡めたらこっちもね入れちゃいます。こちらはね、海苔が剥がれないように注意してください。同じように衣を絡めます。はい、それでは今からこちらを揚げていきます。で、結構ねまだ衣が上がってますので、何か他のお野菜とかちくわとかをね一緒に揚げていただいてもいいかなと思います。それではフライパンを用意してください。そこからだいたい5ミリほどの油を注ぎ入れます。そしたら火にかけましょう。火加減中火です。このままだいたい1分半ぐらいね、油を温めてください。はい、今ね、1分30秒経ちました。このようにお箸を入れた時に、お箸の先からプクプクプクっと細かい泡が出てくれば OK です。そしたらね、このまま揚げていきます。まず普通のね、カニカマから揚げていきます。よいしょ。やけどしないようにね、入れてください。はい、で全部入れたらですね、まず下の衣が固まるまで動かさずに揚げてください。すぐ触ってしまうと衣が剥がれやすくなるので注意しましょう。火加減はそのまま中火で OK です。
で揚げ始めてから1分ぐらいしたら裏返します。この時にちょっとね油跳ねしやすいのでやけどしないようにだけ注意してください。片面もだいたい1分ぐらい揚げてください。はい、で1分経ったら取り出します。1分経たずとも表面がカリッとしたらもう取り出しちゃって OK です。はい、このようにねサクサクに仕上がってます。続いてこちら海苔付きのカニカマを揚げていきます。こちらも入れましょう。火加減強いなと思ったら弱めの中火ぐらいにしていただくといいかなと思います。でこちらもまず同様にね1分ぐらい揚げてください。1分ぐらいしたら裏返します。で片面もまた1分ほど揚げてください。はい、また1分経ちました。これで両面ねカリッとすれば OK です。そしたら取り出してください。はい、こちらが焼き海苔付きのカニカマになります。はい、そしたら両方ねこのまま油切りしてください。そしたらですね、せっかくね衣も余ってて、さらにねこちら焼き海苔も余ってますので、こちらもね磯辺揚げにしていきたいと思います。片面だけに衣をつけます。こんな感じ、どちら側でも大丈夫です。そして衣を切って揚げましょう。両面つけていただいてもねどちらでも OK です。こんな感じでね揚げていきます。はい、で海苔の場合はね 3,40 秒ぐらいかな、揚げたら裏返します。よいしょ。片面も揚げて、このね衣がついてる方を一度空気に触れさせて、そしてまたね裏返します。あとはね衣がカリッとするまで揚げてください。たまにねこうやってちょっと空気に触れさせていただくとカリッとした仕上がりになりやすくなります。だいたいねこちらはトータルで1分半から2分ぐらいですね。こちらを目安に揚げてみてください。でこれでね衣がカリッとしたら取り出しましょう。はい、こちらが海苔天です。もし衣が余ったらぜひこちらもやってみてください。はい、これでカニカマの磯辺揚げの完成です。こんな感じに仕上がりました。断面はこんな感じになってます。でこちらがノーマルのカニカマ、そしてこちらが海苔を巻いたカニカマになります。そしてあとはねこちら余った衣と海苔で作った海苔天です。どれもね衣がサクサクで美味しそうに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。まずね普通のカニカマからいただきたいと思います。いただきます。衣がサクサクで、そして青のりの香りが広がってすごく美味しいです。では海苔バージョンもいただきます。海苔の香りが後からふわっと口の中に広がってすごく美味しいです。で最後ねこちら余った海苔で作った海苔天もいただきます。海苔もサクサクですごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のカニカマの磯辺揚げのポイントです。まずカニカマなんですが、今回2パターンご紹介しました。こちらはお好みのやり方でやってみてください。あとねカニカマは今回一番ベーシックなカニカマを使ってますが、もうちょっとボリューム感のあるカニカマで作っていただいても OK です。お好みのもので作ってみてください。そして海苔を巻く時なんですが、裏面の白い方を巻き始めにして、そしてくるっと一巻きするとちょうど巻き終わりが後ろに来ると思います。ちなみに今回はですね1枚の海苔をまず4等分にして、そしてその一角をさらに半分にして、そして6等分にしてます。こちらの海苔の切り方は目安にしてみてください。そして巻き終わったものに関しましては巻き終わりを下にして置いておいてください。そして衣のポイントです。今回は衣の中に片栗粉、マヨネーズ、そして料理酒を加えてます。この3つを加えていただくととてもサクサク衣に仕上がります。今回の磯辺揚げだけではなくて、何か天ぷらなど揚げ物をする時にも使っていただけます。ぜひね他の天ぷらなどにも活用してみてください。そして揚げる時のポイントです。揚げる時はですね、だいたいフライパンの底から 5mm ぐらいの油を注ぎ入れて、そして中火で1分半ぐらい温めてください。そしてお箸を入れた時に箸先からプクプクプクと細かい泡が出てくるぐらいになれば OK です。あとはやけどしないように入れて、そしてその後は衣が固まるまで動かさずに揚げるようにしてください。すぐ動かしてしまうと衣が剥がれやすくなるので注意していただけたらと思います。あとは1分ぐらい揚げたら裏返して、片面もだいたい1分ほど揚げて両面カリッとすれば OK です。この揚げ時間に関しましては様子を見ながら調整してみてください。そして今回は余った焼き海苔と余った衣で海
のり天も作りました。こちら揚げるときはですね、片面だけ衣をつけて、そして衣の部分から揚げ始めてください。こちらもね、すごく美味しいので、ぜひね、一緒にやってみてください。材料は手軽で、作り方もすごく簡単です。とても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はカニカマの磯辺揚げを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。